来たと。こんばんは。こんばんはっていうか、そうか、おはようございます。キューバでは朝の、7時40分ですね。おはようございます。相変わらずキューバの朝ごはん美味しくないですね。キューバの朝ごはんというか食べ物も何もかも美味しくないんですけれども、葉巻だけは美味しい。来てる。葉巻がなかったらもうマジでどうしようって感じですよね。これいいでしょ。これね日本産なんですよ。日本のねとても偉い方からプレゼントしていただいた T シャツなんですけど、ディプロマティコス T シャツ非売品です。キューバで歩いてねシガーショップとかいろいろとねキャーキャー言ってくれるんですよ。キューバの素晴らしいところの一つに、ここホテルの外のテラスであちらがプールなんで、日差しもあって一番風も通って外だしいいところなんですよね。ところが見えます？後ろの柱のところ、この黄色いところにスモーキングエリアって書いてあるんですよ。つまり喫煙者に一番いい場所を用意してくれてるんですよ。さすがねタバコがね文化になってる国だなというふうに思います。そうですね。葉巻のロゴのついてる服ってあんまないんですよね。あってもなんかすごいパチモン臭いやつとかだったりするんで、そもそもキューバで売ってるものとかが全部パチモン臭いので、チェ・ゲバラの T シャツとかコイーバのロゴの T シャツとか自分でねT シャツ屋さんにねプリントしてもらった方がねいいかもしれないですね。そうパチモンで思い出したんですけれども、よくいただく質問でキューバじゃないのにコイーバとかモンテクリストの葉巻があるのはなんでですかっていうふうにね聞かれるんですよね。これでね一本動画作ろうかなと思ったんですけれども、今話してニーズがあれば後でまとめてね編集して作ってもいいかもしれないですけど、そういうの疑問に思って分からなかったとかなんだろうとか思った人いるんですかね。例えばキューバではコイーバ、パルタガス、モンテクリスト、ロメオイ・フリエタ、15から17ブランドありますけれども、ノンキューバンドミニカとかでも、王の字が赤いコイーバとか多分見た時ある人と思うんですよ。食いつきですよ。お話ししましょう。これはキューバ革命とあと著作権保護が影響してるんですよ。そもそも革命前にキューバに葉巻の工場があったんですね。それは、個人経営、今の日本みたいな資本主義の状態で、会社をそれぞれ経営していて、それぞれ葉巻工場を持ってたり農場を持ってたりしてたんですよね。でそれがキューバ革命が起こって全ての資産は、国有化するということで、ブランドも工場も農場もキューバ政府革命政府が接収してしまったんですね。するとどうなるかというと、全ての葉巻タバコの生産農家工場ブランドは国の一つの組織のもとに統合されてしまったんですね。じゃあ今までそれを持ってた人はどうしたかというと、亡命しました。木の実木のまま自分が持っていた工場も会社も社員も土地も全て国に奪われて殺されないために脱出したんですね。そういう人たちが昨日もお話しした通りフロリダで一大勢力亡命キューバ系アメリカ人
の団体を作って大統領選にも影響を及ぼすまでにもなったということですね。ここからが本題なんですけれども、キューバには、置いていった葉巻の資産がある。ブランド、農場、工場、ノウハウ。じゃあアメリカに逃げていったもともと工場を持っていた人、工場労働者だった人たち、農家だった人たちはどうするか。アメリカの衛星国家であるドミニカ、ニカラグア、ホンジュラスに行って、そこでタバコの葉っぱの作付けを始めるんですね。要は葉巻でしか商売してこなかったので、葉巻しか、ね、生活の仕方がわからないから、葉巻が作れるアメリカの近くの国に行って作る。そして、アメリカはキューバと金融状態、経済制裁しているので、キューバから葉巻を輸入できなくなってしまったので、そういったキューバではない南米の国で葉巻を作ってアメリカに売るっていうビジネスを作ったんですね。それがいわゆるノンキューバンシガーです。ここからは日本でもよくある話です。元祖と本家みたいな話です。よくありますよね、大企業のお家騒動とかで先代が亡くなって次の代の兄弟が骨肉の争いをするみたいな感じで、キューバではキューバで前からもうその土地で作られていたコイーバ、パルタガス、モンテクリストっていうブランドがキューバで作られたタバコの葉っぱで巻かれて売られています。でもそこから逃げ出していたもともと権利を持っていた人たちが別の国で同じ名前、モンテクリスト、コイーバ、パルタガス、ロメオフリエターなんかのブランド名を使ってそこで作られたタバコの葉っぱを使って葉巻を作ったノンキューバンですよね。この場合一体どちらにそのブランドの正当性があるのかっていうのはすごく難しい問題になるんですね。元祖キューバの都市で作られた、その国で立ち上げられたブランド、その国で栽培されているタバコの葉っぱを使っているので、我々がコイーバ、キューバ、いやいや違う、もともと自分たちが作っていたものを追い出されてしまったんだ。その製品のパテントは我々が持っているっていうのが亡命してドミニカ、ニカラグア、ホンジュラスでノンキューバンのコイーバを作ることになったもともとの工場主。これがキューバとノンキューバで同じブランドが並列している理由です。そうなんですよね。で、キューバっていうのはアメリカから金融制裁を食らっているのでアメリカの保護下にないんです。アメリカの保護下にないっていうのはどういうことかというと、著作権も守らせてくれないんですよ。アメリカからしたら国交のない国、その国のものをコピーしてるぞっていうふうに言われても知ったことかっていうふうなことなんですよね。保護する名目が何もないからです。ノンキューバンの方にも当然言い分がありますからね。合意もしてないのに勝手にもう場所も葉巻の今まで培ってきた歴史もノウハウを奪われてしまった。でも自分たちが制作したものだから著作権的なもの、パテントであるとかそういったアイデアであるものは我々が作ったので我々の方が正当だっていう風な主張も確かにあるんですよ。難しい問題です。消費者にとってはそのもの自体は品質、味わいが全てですから、当然場所が変わったら味が違いますからね。作ってる国が違えばそこの作物の味変わりますから。だから個人的な話を言えば俺は正当な、シガーブランドはキューバさんだと思ってます。吸えば一目瞭然ですから。でもノンキューバの人たちもね、忸怩たる思いがあるんでそこのところは分かります。なので、ノンキューバの、キューバにもあるシガーブランドは、革命とねアメリカの力で、作られた歴史の狭間に生まれた奇妙なシガーということですね。キューバで日本人が作付けして葉巻を作ることは可能でしょうか。面白いですね。俺もねいろいろ考えてJT さんとかともね話を聞きに行ったりとかしたんですけれども、結論から言うとまず無理です。面白い話をしましょうさっきのノンキューバなんですけれども、キューバの葉巻の会社の人たちっていうのは、
小売店も制作側もノンキューバのブランド嫌いなんですね。当然ですよ、商売敵ですから。俺たち、つまりハバノさんはうまいだろうまいだろうっていうふうに言うんですね。ああ、うまいですよ。なんでノンキューバのシガーと俺たちハバノスの味が違うか分かるか達也っていうふうに言われた時あるんですね。あれは多分カルタカスの工場長だと思うんですけど、10年ぐらい前かな。一緒に葉巻捨ててそういう話したんですけど、いや知らない、なんでっていうふうに聞いたんです。そしたらキューバという島は特別で、この島は星屑から生まれたからってすんごい真面目な顔で言うんですよ。ロマンチックに。身長180メートルぐらいでスキンヘッドなのに爆笑しそうになったんですけれども今でも思い出したら爆笑しますけれども、なんで星屑いきなりなんでそんなロマンチックな話になったの。彼が言ったことを要約するとこうです。キューバっていうのはフロリダ湾に浮かんでいる、島なんですね。で形を見れば分かるんですけれども、フロリダ湾は隕石が落ちてできたでっかいクレーターなんですよ。で落ちた時に隆起してキューバ島ができた。そう、日本の国の始まりみたいな感じなんですよ。つまりキューバは流れ星が地球に落ちてできた島だから、ここの土は特別なので、キューバの種、実はノンキューバンシガーってキューバのタバコの種を持ち出して作ってるんですけれども、同じ味にはならない。なぜなら土が違うからっていうのが彼らの言い分なんですよね。素敵な話ですけれども、ちょっと違うんですよ。ドミニカ、ニカラグア、ホンジュラスも当然キューバと非常に地理的な条件が近いので、確かにタバコの葉っぱを作ることはできます。ただおそらく一番の違いは、キューバって火山性の島なんですよね。なので、土がね一般的な島とはもう全然違うんですよ。キューバのタバコの農場に行くと分かるんですけれども、土がサラサラでほぼ砂みたいな感じで水はけがものすごくいいんですね。で水がどんどん下に落ちていってしまうような感じなので、根を広く張れるけれども乾きやすいみたいな感じのところなんですよね。そうですね、土壌改良日本の土壌であるとか農業とかを一応調べて、でそことキューバの違いっていうのを比べて出た結論がこの話なんですけれども、キューバの土地って別に肥えてないんですよ。栄養不足だし、で農薬も使わないから虫もかなり少し。となるとそういった厳しい環境の方が、タバコにはいいんじゃないのかな。適度な厳しい環境、例えば水あんまりあげないとトマトがすごく甘くなるのと同じだと思うんですけれども、タバコの葉っぱって、葉を食べない野菜の中では一番糖分が含まれてるんですね。なぜかというと発酵させるために糖分が絶対必要なので、タバコの葉っぱは糖分が含まれているので発酵するんですね。おそらくそういった土が理由なんじゃないのかな。あとあんまりそれ考えつかない人が多いみたいなんですけれども、水も影響してると思うんですよね。キューバって大きい川がほとんどないんですよ。で下から汲み上げるんですけれども、これキューバ産のミネラルウォーターなんですけども、すんごい硬いんですよ。ガチガチで冷やさないと全然飲めない。人によっては多分ね、これお腹壊しますね。コントレックスなんか目じゃないです。どのぐらい目じゃないかっていうと、キューバは電気ポット持っていくんですけれども、これを電気ポットに入れて沸騰させると表面に膜ができるんですよ。すごいです。そんだけミネラルが含まれてるんですけれども、おそらくキューバのその土壌とキューバの水、ミネラルを大量に含んでいる水が影響してるんじゃないのかなと思うんですよね。土は改良できますけど、水までそういうふうにするとなると、多分採算が取れないので、同じ品質の葉っぱを作るっていうのは不可能だと思うんですよ。
そうですね、アメリカのでもね、農業技術はすごい発展してますけれども、多分それだけ投資するメリットがないんだと思います。そんなにね、金かけたらね、葉巻の値段がどうなっちゃうかってことですよね。気温、湿度、土地、水すべてが揃わないと同じ品質を再現することは無理です。そうなんですよ。言ってみれば確かにキューバはね、やつが言った通り星屑でできた奇跡の島だっていうのもまあ一理あるかなっていうふうには多少思うんですよね。なんだろう、細かく説明するよりもそれでさらっとなんか流した方がなんか素敵だなっていうふうに感じる人もいるかもしれないですよね。確かにノンキューバンと比べてハバノスの一番の違いっていうのはうまみのあるなしなんですよね。うまみっていうのはまあ日本人が発見したものなので最近までうまく表現できなかったらしいからなんて言ったらいいのかみたいな感じだったらしいんですけど、日本人だったらうまみっていうのは非常に、ね、親しんでますんで吸った瞬間すぐ分かるんですよね。これうまみがある。うまみの中でも例えば日本人だったら分かるのがまあキノコっぽいうまみ、魚介のうまみであるとか昆布のうまみであるとか糖分を発酵してできたものの中からはうまみができるんですよね。味わいであるとか香りとかが化学式でどうやって変化してできるのかとかはなんかエステルコとかベンゼン管とかそこら辺の調べれば出てくるので分かると思うんですけれども、ニコチンであるとかタバコの葉っぱの中に入っている成分が、加水分解と微生物による発酵を経て、別の味わい、香り、うまみに変化したのが葉巻の味わいの正体で、要はそれだけのポテンシャルが大元のタバコの葉っぱにあるかどうかっていうのが、その土地によって決められてしまうわけなんですよね。味の素もね、サトウキビ甘いものはね全ての味の、ね、母なんですよね。ノンキューバンっていうふうに一括りにされてる時点でちょっとキューバに勝つのは現時点では難しいんじゃないのかなと思うんですよね。どうしてもノンキューバンっていうのはまだその当時工場主だった経営層が存命なのでキューバを追いつけ追い越せなんですよね。でも原材料が違うので絶対にキューバと同じことしてたらキューバに勝てないんですよね。それを分かっているのがおそらく、ノンキューバのメーカーでは唯一ダビドフだけなんですよ。ダビドフというのはそもそもキューバにあったブランドなのでキューバの戦略やり方っていうのをよく知ってるんですね。で、革命の後に革命の後でもまだキューバで生産してたんですけれども、もうキューバではやってられないということで、革命の後しばらくしてから出てった唯一のブランドなんですよ。ダビドフの偉いところはドミニカで、まずタバコの葉っぱを栽培してその味を見てこのタバコの葉っぱに合ってるベクトルで葉巻を作るとしたことなんですよ。ハバノスに張り合おうとしなかったんですよ。そしてハバノスはミステリアスマーケティングではこの葉巻のブレンドのレシピであるとか、葉巻自体いつ新しいのを出すかとか、そういった情報を一切明かさないんですよね。それ飢餓感でプレミア感に訴えるのがハバノスの戦略なんですけれども、ダビドフっていうのは例えば世界のワインメーカーみたいに全ての情報を開示してるんですよね。どういうブレンドか、どういう味か、どういうふうに作ってるかで矢継ぎ早に限定品を出す。ハバノスとは全く真逆の経営戦略をとってるんですね。でこれが当たってノンキューバの中では最高のブランドっていう風な地位を築いて、国によってはハバノスも、脅かす存在になった。うまいっすね。ジノ・ダビドフっていうおじいちゃんがね作ったブランドなんですけれども、ジノ・ダビドフについては確かツイッターで触れたような気がするのでツイッターフォローして見てみてください。葉巻が好きな気のいいおじいちゃんですけど、ダビドフがキューバで生産した時に調子に乗ってグランクリュ
五大シャトーのワインの名前を葉巻に勝手に名前つけて、そのメーカーからめっちゃ怒られた。キューバンダビドって言われるやつですね。シャトーラトゥールとかあの手のやつです。名前がついてますよね。で怒られてしまったんで、ダビドフの白いリングのラインは今では、ね、ナンバー1000とかナンバー2000とかワインの名前をつけないように変えちゃったんです。別にそんな通勤しなくてもいいと思いますけれどもね、ワインと一緒にね相乗効果を狙って同じ名前で売ればいいんじゃないのかなと今だったらきっとやりそうですけどね。今ではそれに乗っかってハバノスとかノンキューバンのブランドとかも葉巻以外のメーカーといろいろジョイントしてやったりしますので、ね、キューバーのコーヒーバーだったら何年か前に腕時計のゼニスやりましたし、ノンキューバンはアルトゥール・フエンテが、あれはウブロかウブロと組んで腕時計とか出したりもしてましたしね。人気出そうだな。ノンキューバンとキューバどっちがいいかなんていうのはねそもそもベクトルが違うんで比べること自体間違えてるんですけれども、自分がどういうのが好みかっていうので決めればいいと思うんですよね。ノンキューバンもねいいところがたくさんあるんですよ。例えばノンキューバンって半分葉巻の生産をオートメーション化してるのでドローが全部同じなんですね。でもこれをいい点と取るか悪い点と取るかっていうのはついて側の問題でキューバカバノスはその作り方を否定してるんですよ。パエリアで食べると現地では米を洗わないと無か臭いです。まあそうですね。その国ごとによって葉巻の好みっていうのがあるんですよ。例えばドイツではボリバーが一番好まれます。なんでエディション・レヒオナルはその国のディストリビューターがブランドとブレンドを指定するんですけれども、その国好みになってるんですね。ただ好みっていうのが問題なんですよ。さっきのノンキューバンのメーカーっていうのはレシピもね厳密にしてで、作るときローリングですね巻くときも、キューバみたいに完全手作りではないんですね。日本で海苔巻き作るときにすのこみたいな巻くじゃないですか。あれすると指じゃなくて面でね圧力がかかるんで均等に巻けるんですよ。指だと点になるんで、均等に巻けない。かなり技術が必要になってしまいます。ノンキューバンダビルスとかもそうなんですけど、ああいうこの製のローラーを使うので葉巻を巻くときに均等に圧力がかかるんで泥が悪いっていうのにならないんです。ただキューバでは伝統的にハンドローリングするので、葉巻自体に泥の違いが出てくる。それが理由なんですよ。ただキューバから言わせると葉巻の箱の底にトタラメンタマノって書いてあるんですけど、それはオールハンドメイドっていうんですね。オールハンドメイドじゃないじゃないか、巻くときにそれ機械使ってるじゃないかっていうのがキューバのノンキューバに対する言い分です。でもノンキューバからキューバに対する言い分はいやこれは手でしょ、これが手じゃなかったらあんたらだって葉巻をねこうラッパーじゃないピラーとバインダーの状態で巻いたものを型にはめて万力で固定して形を作るんですけど、その状態をバンチって言うんですよ。バンチにするまでだってあんたらだって道具使ってるじゃないかっていうふうなことでまあけんけんがくがくで解決しないんですよ。でキューバも作った葉っぱを、熟成させて、何年も残しておく。でいろんな種類の葉っぱ、畑の場所が違ったり品種が違ったりするのでそれをレシピで組み合わせて作るんですけれども、どうしてもそれが目分量なので誤差ができてしまう。あと作付け作高の違いによってやっぱり味でも揺らぎができてしまう。ノンキューバンメーカーはそれは良しとしないんですよね。品質が固定されてないからっていうんですけど、キューバは嗜好品というのは一点物なのでそういった揺らぎこそが楽しむ最も面白いところなんだっていうふうなのが主張なんですよね。
これも平行線なので解決はないです。受け手側がどう受け取るかっていうだけの問題だと思います。ただ俺の考えではハバノス、葉巻っていうのは高級嗜好品なんですよね。で、高級嗜好品、世界の、高級嗜好品を楽しむハイクラスの人たちっていうのは、同じものは欲しがりません。YouTube でも言ったかもしれないですけれども、世のトップランクの人たちっていうのは誰かと同じっていうのを非常に嫌います。だからうなるほどお金持ってる人たちって一点物を欲しがるんですよね。オリジナリティあふれる自分だけのものとなると、ハバノスっていうのはそれにかなってるんですよね。逆に日本ではお金持ちの人ってみんなと同じものを欲しがるんですよ。誰かが持ってるブランド品、そこ走ってる会社みたいな感じで、まあ突き詰めると要はそれお金持ちじゃなくてただの小金持ちっていうようなことになるんですけれどもデパート文化でしょうかね。そういうふうに釣りで売られてるものをね欲しがるんですよね。だからダビドフなんかは結構そういう層には刺さるみたいなんですよね。いつしても泥を同じ味も同じだから。そうなんですよね、揺らぎね。だってあれじゃないですか、ものすごい陶器の茶器の名品とかわびさびって言われるものはそもそもそういう揺らぎ遊びを評価する楽しむ文化なんですね。日本ってもともとそうだったんですよ。大量生産の時代なんてここ最近の話なので、アメリカが T 型コードを作ってからの話なので、もともと日本は金継ぎみたいなね技術文化があるので、そこにしかないものに魅力を見出す文化だったんですよね。でそういうのに通じる文化っていうのは別の国にもたくさんあるので理解しやすいはずなんですけどね。でも例えばこれドローが悪いとかこの間より味がちょっと違うとかいうふうにそれただの難癖なんですよね。ハバノスはそういうふうに作られてないので、もともとそれがわからないのであれば吸わない方がいいですだってね、何言ってんだあいつみたいな感じでね心の中で思われてるわけですから。ドローが悪いから交換しろなんていうのはねもう下の下ですね。だったら最初から吸わなければ、その葉巻を選んだ時からその葉巻と自分の物語が始まるので、それを味わい尽くしてあげないと葉巻に対してキューバに対して作ってる人に対してリスペクトがね欠けてるっていうふうに言わざるを得ないです。その日その時その場所で吸った葉巻はその1点だけなんですよね。だからこそ記憶にも残るので、葉巻は吸っておしまいじゃないんですよ。そのためだけにね金かけられないですよ。葉巻って高いんですからもったいないですよね。楽しみ尽くした方がいいと思いますよ。だからふと思い出す時があるんですよ。例えば葉巻を吸っててもこのボリバーのロイヤルコロナスちょっと固めのドローだなみたいなでちょっとレザー強いなっていう風に味と香りが記憶を呼び戻すんですよね。こういうのあの時誰々さんとあの場所で吸ったなっていうことで、その時すでに葉巻はもう2倍楽しめてるわけなんですよ。そういうふうなことを考えずにこの葉巻はああだこうだみたいな感じで、ね、門外漢がそんな話しても、ね、周りにいるもっと詳しい人とかは大人ですから言わないけど心の中で浅いなとかいうふうに思ったりしてるんだと思います。でそういうふうに捨てると葉巻自体ね満足できなくなるからいずれもう吸わなくなっちゃうんです。最悪葉巻なんて面白いかもなんともないしつまんないしまずいよっていうふうに周りに言い出しちゃったりする人とかがいるので、それはねもう葉巻という文化にとって害でしょ。葉巻が好きな人にとってだからできれば何でもそうですけど趣味であれ勉強であれ
入り口がね肝心なので、そこのところを見せてもらいたくないなっていうふうに思いますよね。例えば大人になったからウイスキーとかワイン飲んでみようとか思って適当な居酒屋に行って安いねハイボールとか安いテーブルワイン飲んだらまずいっていうふうなことになって、いやもうウイスキーとかワインなんて全然美味しくないよ、飲むもんじゃないよって、それで分かったような風になっちゃうんですよね。そういう人がなんと多いことかっていうようなことになるので、まあ言わずもがなですよね。これ見てる人はそんな人いないと思いますので。そうですね、まあ、どこの国にも限らず血筋のいい人、つまり伝統と格式を持っている人というのは文化的知的な、ね、水準がもう高いんですよ。そういう一族に生まれてるわけですから、そうすると懐が深くなる、理解が及びやすいっていうふうなことになるんですよね。文化水準高くいきたいですよね玉木も一つの文化なので500年以上の歴史がある、一つの人類にとっての嗜好品で、最近では足ざまに言われますけれども、これによって戦争が起きたり、いろんなドラマがね歴史の中で紡がれてきたものなので、確立された一つの文化、特にヨーロッパなんかはもう切っても切れないものがありますので、これをねうわ葉巻だ臭いみたいな感じで条件反射でいくのはねちょっと悲しいな、もうちょっと踏み込むと浅いなっていうふうに思っちゃうんですね。日本は貧しくなってるんですね。そうですね、まあなんか2025年頃にはねGDP、名目的 GDP がドイツに抜かれるっていうふうな話ですから、なんだろうな、やっぱり自分の国の文化を大切にしない国はいずれは衰退して滅びますね。歴史を見れば分かりますけれど、だって長年そうやってきて、その国にその国土に土着して暮らしてきたわけなんですから、それが一番理にかなってるわけですから、それを考えるとキューバはものすごく貧しい国で、文化水準もまともな人はほぼいないですけれども、いいのかな、発展とかを目指すことだけが未来ではないのかなとちょっと思ったりするんですけれども、ご飯を食べると考えが変わりますね。やっぱ違いますご飯は美味しくないとダメだね。キューバの食べ物がまずい原因は多分第一水だと思うんですよね。水がまずい国でご飯の美味しい国絶対ないです。あとは社会主義だから美味しいご飯を作ってもまずいご飯を作っても給料同じですからね。資本主義が絶対いいとは言いませんけれども、社会主義共産主義も絶対いいとは言わないので、所詮人間がやってることなのでね、100% 満足のいく不満のないところって絶対ないので、微笑みの国ジャパンはどこに行ってしまったか。難しいですね。日本は実は東アジアの中で一番最初に西欧化、ヨーロッパ化した国なので、一番ヨーロッパに近いアジアなんですよね。でも島国なので他から移民とかが来ないので独立性が守られてきた。で経済的にも自立している、資源がないのに、経済的に発展できたので、日本から外に出ていく必要がないんですよ。だから日本語だけで生活できるので、日本人はほぼ日本語だけなんですよ。だって何も不便ないですから。まあそうやってうまくいってたところがだんだんほころびが出てきてしまったっていうのは
んま痛くないけど政治の話じゃないですかね。めっちゃうるせえなこのカラス。南の国ってね、生物学的に生き物が全部効率よくなるためにちっちゃくなるんですけれども、キューバのカラスもねちっちゃいんですよ。スズメのもうちょっと大きくしたような感じなんですけれども、カーカーじゃなくてこのねチュンチュンみたいなのがうるさいんですよね。ちなみに熱効率考えると寒いところの方が生物の個体として大型の方が生存に適しているので、寒い国の方が動物は大きくなりやすいですね。北極熊とかああいうの見ると分かるんですけど、そうですね。でもブータンもいい国かって言ったらどうかちょっと分からないんですけど、一応行ったんですよね。でもやっぱり自分が生まれた国だから日本が一番っていうのは当然バイアスでもあるね、生存バイアスでもそういうふうなのがあるんですけども、いろんな国に行っていろんな国の人と接するとやっぱり日本が一番いいなっていうふうに思いますので、何よりご飯が美味しい。ご飯が美味しいっていうのは和食以外にもいろんな国の食べ物も日本で作って食べると美味しいっていうのがあります。いい質問ですね。キューバは吸い進めていくうちに味が変わりますけど、わざとしてるんですかっていう話ですけど、これはわざと作ってます。そういう風なレシピになってます。大前提として葉巻って、この長さ分がフィルターの役割を果たすんです。ですから当然着火した直後っていうのは味わいが軽い、トータルで見ると。でだんだん短くなっていくとフィルターとしての役割がだんだん薄れていくんできつくなる。これはライトなブランド、ケドル製とかオロデモントレとかでも当然そうなんですよね。で吸っていくうちに中に煙が、ね、溜まって、要は味わいが濁ってくる、きつく感じていくっていうのがあるんですけれども、それを差し引いても味わいの変化は出るようになっています。試しにヘッドとフットを逆にして今度吸ってみてください。なんだこれっていうふうになります。もったいないんでね、やんない方がいいです。葉巻に関してはね、たくさん葉巻を犠牲にしていろいろ研究していましたけれども、それこそ中身分解したりね、逆さから吸ったりね、水につけたりね、油につけたり、いろんなことやりましたけど、何よりね、ヘッドとフットを逆にして吸ってみると何が違うかっていうと、まず口当たりが違うんですよ。葉巻っていうのはヘッドを切ってなくてフットの部分をもうカットしてありますよ。カットしてあるんで直角になってるので口につけた時に口当たりが悪いんですよ。尖ってるんで。これはお酒飲む人だったらすごく分かりやすいと思うんですけど、分厚いグラスと薄張りグラスだったらお酒の味自体変わりますよね。味覚っていうのは触覚、唇に触れるものも含めての味覚なので、器で味わいが変わるんですよ。なので YouTube の葉巻のカットの仕方もお話ししましたけれども、そこで葉巻のヘッドの R の部分を残して丸みをつけた状態でカットするっていうのは口当たりを良くするため、味をまろやかにするためっていうのがあります。和食の食器なんかもそういう風にできてます。汁物を飲む、直接口につけて物を食べる和食って椀物しかないんで、お椀は椀のカーブ R とあと漆の厚さとかはいいものは計算されて一番口当たりが良くなるように作られています。ですからカットと着火は葉巻の味を決める最後の手を加える部分なので非常に重要だっていうふうに言ってるんですね。だからねバーとかに行って勝手に葉巻切られるとねちょっとイラッとするんですよ。
カットがうまいんだったら別にいいですけれども、ないんでそういうところでねうまいなと思ったことが、それでねものすごい深く切ってなんかねキャップラインより下切られてバラバラにほどけていったら自分が悪いんじゃないのになんか俺が滑ったみたいな感じになってすごいなんか嫌な気分になるんですよ。今日本はマイナス1度なんですよ。ここは温暖化先進国などで、今23、4度ぐらいあると思います。はい。昼になったらもう汗が噴き出します。日本とキューバ足して2で割った温度がね一番いいと思いますけどね。そうですね。ノンキューバの味わいに変化出てこないですよね。やっぱ原材料の違いだと思うんですけども、いろいろ品種改良として頑張ってるらしいですけれども、なかなかキューバ産の葉っぱみたいな違いっていうのを作るのは難しいようですよね。だからノンキューバのメーカーの中には薬品処理とかしている葉っぱとかもあるんで、それも企業努力って言ったら企業努力なのかもしれないですけれども、オーガニックなのが葉巻のいいところの一つだと思ってるのでどうかなと思うんですよね。よくノンキューバの葉巻の色でオスクールラッパーの色がほぼ真っ黒、こんな色ですねっていう風なジャンルもありますけど、タバコの葉っぱはどんなに頑張っても真っ黒にはならないんですよ。どんなに時間かけて熟成させて日に当てたりして育ててもオスクール真っ黒にはならないんです。あれは薬品処理して黒くしてあります。だからキューバ自然に熟成させた発泡させたラッパーの色で、一番濃い色は、マデュロですね。焦げ茶です。でも、さっきのキューバノンキューバの本家元祖みたいな感じですけれども、ハバノスはずっとヨーロッパかなどっかのなんかそういう風な著作権か何かの紛争を解決する国際裁判所にずっと提訴し続けてきたんですけれども、それの判決が出てオリジナルはキューバっていう風な判決が出たらしいんです。これはハバノスが普通に広報してたのでそういう結果が正しいらしいんですけれども、それに間違いないらしいんですけれども、それに強制力がその後ついたらノンキューバンの、キューバブランドを使ってるメーカーとかはどうなるのかなっていうのは、先が見えないですね。ただアメリカではねキューバ産の品物は禁制品なので入れてはいけないので、アメリカの葉巻好きの人たちがコイーバーするとしたらノンキューバンコイーバーとかノンキューバンのねモンテクリストパルタガスしかないのでどうするのかなとアメリカでもねものすごいお金持ちとかはね普通にこっそり裏でハバノスを仕入れてるんだと思いますけど、誤って違うリンゴをつけて販売される可能性はありますか？キューバですよね。あるんじゃないですかね。見た時ないですけれども、ただ全部製造過程が人力なのでキューバシガーハバノスっていうのはすごいたくさん間違いがあるんですよ例えば箱を開けた時に葉巻が全部天地逆さまになってる。全部天地逆さまっていうのはね絶対完全にミスですね。葉巻の箱詰めの工程で箱詰めするときは最終工程なのでチェックも兼ねてるんです。ですからダメだっていうのは葉巻ひっくり返すんですね。それで突っ返すんですけど製造ラインに全部天地逆さまっていうのは多分ミスです。あとリングが全部上下逆っていう時もありました。一番面白かったのは
葉巻して短くなっていったらリングさりげなく外すじゃないですか。あれはエルレイ・デルムンドだったな、もうショアスプレームだったんですけど、リング外したら長いんですよ。よく見たらリングが2つくっついてたんですね。ノリが強すぎて2枚くっついたんだと思うんですけど、うわこれ当たりだな。あとはチュボスの葉巻なんかではチュボスがね中に葉巻入ってなくて空っぽだったとか、1箱の中で 2,3 本足りないとかいうのはありますけれども、これはねもうねどうしようもないですね。しょうがないです。当たりと思うしかないですね。50円玉の穴の位置がずれてるみたいな感じだと思って、そんなこともあったねっていう、それも葉巻のストーリーだ。あるブランドで明らかに異なるブランドの味がしたことがあります。難しいですね、それは。ミスなのか、そもそも、意図的にそういう風にしたのかは分からないです。まず吸う人の味覚もそれで 100% 合ってるのかっていうのもありますし、いくつかの要因でそうなのかとはちょっと言い切れるかどうかっていうのは難しいですね。まずハバノスってさっきも言った通り、作った時にミスしたらどうするかっていうと、葉巻を1本作りました。葉巻を1本作った後に、カタドレスっていう職人、品質チェックの職人がいるんですけど、その人が重さ、太さ、長さ、あと、ランダムで吸ってチェックもするんですね。それで、規定の本数50本の1つの束なんですけど、その中で規定の本数ダメだったら全部突っ返されてしまうんですよ、職人に。突っ返された葉巻をどうするかっていうと、巻き直しするんですね。巻き直しされるっていうことは、一回ばらしてもう一回ちっちゃいサイズの葉巻に巻き直すんです。ですから、同じブランドの中でもう一回りちっちゃい葉巻、一回り以下ちっちゃい葉巻にリサイズされることになるんですね。だって捨てるのもったいないじゃないですか。それでもダメだったやつとか、ちっちゃくて品質チェックで省かれたやつとかは、刻まれてタバコとかシガリ色にされるらしいですけれども、例えばパルタガスのルシタニアスなんかは、品質チェックがダメだった時はだいたいショーツに巻き直しされるらしいです。ショーツって味がバラバラっていうふうにみんな言うんですけれども、ショーツはショーツのレシピがちゃんとあるんですよ、当然。でもバラバラに感じるのはリサイズされたものも中に入れられるからなんですよ。このショーツめちゃめちゃうまいなーっていうのは時々あると思うんですけど、それはもしかしたらルシタニアスがばらされたショーツなのかもしれないですね。そういうふうなギャンブル性が好きでショーツが好きっていう人もいるんですけど、それはなかなか面白い楽しみ方だなというふうに思いました。一応各ブランドごとにばらされたら、そのブランドの中で何にされるのかっていうのは法則性があって決まりがあるんですけど、それはまたの機会に。玉球がなかなか克服できないのですが、何か良い方法はありますか？葉巻酔いってよく言われるんですけど、葉巻酔いって何なんですかね。葉巻酔いとかみんなヤニクラって言ったりするんですけれども、あれは急性ニコチン中毒ではないんです。急性ニコチン中毒っていうのは赤ちゃんとかがよくやる、よくはやらないですけれども、タバコは間違えて誤飲した時なんかに胃洗浄とかして出しますよね。血中のニコチン濃度がものすごい高くなったりしてしまうので中毒状態になってしまうんです。急性ニコチン中毒っていうのは救急搬送が必要なものなので、一般にみんな言うヤニクラとか葉巻酔い、シガー酔いとは別のものなんです。ヤニクラしたとか葉巻酔いしたっていう風な人の症状をよく聞くと、頭が痛くなったり胸が疲れたような感じになって気持ち悪くなったりするっていう風に言うんですよ。それはねほとんど酸欠です。閉鎖空間で葉巻に真剣になってこう突っ込んで吸ったりすると酸欠状態になるんですよね。
暖房めちゃめちゃ効かせた冬の部屋で頭が痛くなって胸が気持ち悪くなっていきなり二日酔いみたいな症状が出るんで、それ酸欠なんですよ。ですから、ヤニクラしやすいんだよねっていう人はこういう風なオープンエアで水分をたくさん取りながら吸って試しに見てください。そしたら多分ね違うと思うんですよ。そうなったら葉巻との付け方も分かるようになるんですけれども、きっとそんなに突っ込んで真剣にこう視野狭窄じゃないですけど頑張ってするんじゃなくて、葉巻ってもともとリラックスするために吸うものなので、こうだらーっとねチルアウトして吸ってください。あと当然体質っていう風なものもあると思いますので、お酒と同じですね。アルコールに強い弱いっていうのは体質的なものですから、それは仕方がないので付き合い方ですよ。ただ当然お酒もそうですけど、葉巻も慣れっていう風なものがあると思いますよ。慣れは体質が変わるっていうのもありますけど、飲み方、お酒で言ったらで葉巻の吸い方っていうのもだんだん無意識のうちにマスターしていくことだと思います。別にたくさん葉巻を吸うのが偉いっていうわけではないので、そんなの気にしなくて全然いいと思います。五十嵐さん葉巻をしたことありますか？ありますよ。ただハバノスではないです。過去に2回ゲボ吐きそうなほど気持ち悪くなったのはパドワンをした時ですね本当にね、これが葉巻酔いってやつなのかと思ったんですけど、あれ最悪ですね。気持ち悪くて吐きそうになるのに吐けないっていう、あれは多分葉巻が合わなかったんだと思いますけど、そう葉巻の合う合わないももしかしたらあるかもしれませんので、ね、ヤニクラする葉巻酔いするのそれも考えてみるといいかもしれないです。いろいろチャレンジしてみましょう。お酒だってね、成人して最初に飲むときはいろいろ試してみると、葉巻もそういう風にやってみましょう。ということで葉巻もちびけてきたので、そろそろここらで、解散したいと思います。またもしかしたらね明日もやるかもしれないですし、あとね見てくれる人もねたくさん増えると嬉しいので、できればTwitter なり Facebook なりインスタとかでも拡散してもらったりするとありがたいです。それでは日本の皆さん、また。